ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアによるウクライナ侵攻、本格的な始まりから300日が経過しました。この間、ロシアはウクライナ領内に侵攻し、各地の町に激烈な攻撃を加え、多くの一般市民を殺害してきました。しかし、ロシアによる侵攻で占領地域が最も大きかったのは初期の頃であり、その後はウクライナ軍が防戦の中から徐々に反撃を行い、奪われた占領地を奪還してきました。そうした意味においては、ロシア軍の戦力とウクライナ軍の戦力は近づいてきており、決してロシア軍の方が大幅に戦力が増強されたわけではありません。むしろロシア軍は戦いが進むごとに質と量において衰退が始まっていると言えます。その中でも一つ特徴的な戦場を今回は焦点を当ててご紹介しようと思います。ロシア軍による攻撃が始まってから300日、未だに陥落していない町があります。それが現在でも激しい攻撃が行われているバフムート戦線です。なお、バフムートは以前であれば戦略的な要衝の地でした。この町を落とすことによって、ドンバス地方全体における戦いもロシア軍が優勢になり得た場所だったからです。しかしそれは状況の変化によって戦略的な価値は大幅に減少し、現在では戦略的な価値はほとんどないと言える状況になっています。しかしロシア軍はこの町を一度攻めかかったからには何としてでも落とそうとしています。この一つの町の攻防戦をめぐって両軍の状況を見ていけば、現在のロシアとウクライナ、そして今後の展開についてもある程度予測することができるでしょう。それではまずは現状の解説から始めます。こちらは戦争研究所の発表している戦況マップで、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域、水色の部分がウクライナ軍が奪還した地域です。秋の大攻勢により、ウクライナ軍は東部戦線においてはハルキウ州で大きく前進しました。またその後の南部戦線での戦いにおいても、ドニプロ川西岸地域を奪還することに成功しています。しかし、逆に言えばそこで一度大きな動きは停滞し、現在の戦線は膠着していると言えます。日々激しい砲撃戦などが行われて、小さな町の奪還といったものはいくつか報告されているのですが、国土全体を見たこの地図においては大きな動きは発生していません。しかし、全体の動きが膠着状態の中でも、局地戦は激しく行われています。その中で最も激しい戦いが行われているのが東部戦線のバフムート市です。バフムートはもともとは東部戦線の最前線にある町であり、本格的な侵攻が始まる前の段階においても、すでに東部地域に展開していたドネツクやルガンスクの現地傀儡軍に狙われている場所でした。ですから本格的な侵攻が始まった直後から、この町に対する攻撃も始まっていたと言われています。しかし、現在に至るまで一度もバフムートはロシア軍によって陥落させられたことはありません。ウクライナ軍がずっとこの町を維持し続けているのです。そしてここ最近はバフムートに対する攻勢が激しいこともあって、この町だけの戦況地図なども投稿されるようになっています。町に対する攻撃方法は従来のロシア軍のやり方そのままです。軍の施設や民間施設、一般市民や軍人の区別などは一切しません。精密誘導兵器がないこともあって、ロシア軍はありとあらゆるところを無差別に攻撃し、それによって一般市民であろうと軍人であろうとも何とか撃退することによって前進を果たそうとしています。そのため町の一般家屋はほとんどが破壊され、多くの住民はすでに避難している状況です。そんな町なのですが、激しい攻撃に遭っている中にあっても、ウクライナのゼレンスキー大統領はこの町に入って兵士を鼓舞しています。ウクライナ軍は陣地を固く築いてはいますが、だからといって犠牲者が出ないわけではありません。激しい砲撃によって怪我をする人、亡くなる人も多く出ており、東部戦線においてはどうしても犠牲者はつきものです。そのような中においても攻撃に耐え続けるというのは精神的にも肉体的にもきついものです。またこの地域においては、囚人兵や動員兵を使い捨てにするようなロシアの正規軍やもしくはワグネルのような傭兵部隊の展開などもあって、ウクライナ側にも犠牲が強いられることは多々あるのです。しかし、前線に大統領が危険であることを承知の上でやってきているウクライナ軍に対して、ロシアのプーチン大統領は基本的には前線には来ないわけですから、兵士の士気という面においては明らかにウクライナ軍の方が戦う気力を維持することができるでしょう。
ロシア軍が大きく占領地を広げた時期というのは、まず第一に本格的な侵攻を始めたその初期と、もしくはウクライナの首都キーウ攻略を諦めて東部戦線に戦力を集中したこの2つの時期だけです。東部戦線に全戦力を投入してドンバス州を抑えるというのは、少なくともプーチン大統領にしてみれば、この地域を占領することが特別軍事作戦の主要目的であるとしていましたから、ロシア軍にとっては戦略的な意味はありました。そしてその頃にはまだソ連時代に蓄えていた大量の物資がありましたから、1日1万発から1万5000発、月間で40万発から50万発程度の砲撃を加えることにより、ウクライナ軍を圧倒し、東部の要衝セベロドネツクを陥落させるまでに至ったのです。その頃においては、ロシア軍はソ連時代の遺産を活用することにより、戦力を集中すればウクライナ軍にも勝ることができると力を示していた時期でした。しかし、今回ご紹介したようにバフムートは、そうした様々な地方の戦いといったものを経た上で、ずっとこの町は陥落せずに、ウクライナ軍が堅持してきました。戦いが長引けば長引くほど陣地は固くなっていくものです。その周辺においても同様にして、この町を支援するための陣地も築かれていきますから、町はいよいよ陥落しづらい状態になっているのです。そして現在では東部戦線において主要な攻撃といったものがこのバフムートに集中しているわけですから、かつてセベロドネツクを攻め落としたように、一極集中であれば、ウクライナ軍を上回ることができるか、ロシア軍の力が試されているわけです。ところが実際のところどうかといえば、ロシア側の情報発信を見ると、毎日のように、バフムートは明日にも陥落する、明日にも陥落する、その次の日も明日にも陥落するといった具合にして、もはや永遠に来ない明日を待ち続けているような状態です。現在のロシアにとっては、1週間経っても2週間経っても1ヶ月経っても2ヶ月経っても、明日という一日がやってこない状態なのかもしれません。何にしてもそのようにしてバフムートという一つの町さえ落とせなくなってしまったわけですから、もはやロシア軍の攻撃力がどんなに振り絞ったとしてもウクライナ軍の守備力を上回れないというロシア軍の衰退を示していると言えます。しかし全体が膠着している中においてある一つの情報があります。それは年明けにもロシア軍はもう一度大攻勢をかけてウクライナの首都キーウを狙うかもしれないという話です。前線に動員兵が送られてくるといったことはあるのですが、動員された兵士すべてが前線に送られているわけではありません。本国において訓練がされている人たちもまだまだたくさんいますから、それらの人たちを一束にして今年2月3月に行われたようなウクライナの首都キーウを狙う攻撃をもう一度やるかもしれないというのです。ただしこれはあくまでも推測の域を出ないと言われていますが、同時にもしもそのようなことをすればロシアにとっては大惨事になるだろうと言われています。アメリカの戦争研究所はこの再度の首都キーウ攻略作戦をもしも発動すれば、ロシア側は壊滅的な打撃を受け、もはや軍の再建は不可能になるかもしれないと言われています。もちろんそのようなバカなことはしないとは思いますが、そのようなバカなことをするかもしれないと思わせるぐらいに、ロシアの軍事作戦というものは支離滅裂なところがあるのです。このままロシア軍がバフムートをいたずらに攻撃を仕掛け続けて、その度に多くの兵士たちを失い続けることによって衰退が続けば、いずれウクライナに勝機はやってきます。その時までしっかりと力を蓄えることができるかどうかが、ウクライナ軍の今後の運命を決めます。なぜならばウクライナは少なくともロシアのようなエネルギー資源が大量に出てくるような国ではありませんから、経済的な面で言えば、やはり何といっても NATO 諸国などからの援助といったものが頼りになっています。ですから、一度攻勢に失敗して大きな損害を被るようなことになれば、再度の大規模な反撃作戦というのは非常に困難になるのです。それだけに健康一滴の攻撃によって大きく領土を奪還しなければならないのですから、そういった意味では、ロシア軍のように兵士たちがいっぱい亡くなったら次から次と動員すればいいやみたいなことはウクライナの場合はそうはいかないのです。これまでのウクライナ軍は少なくとも大きな失敗もなく、そして時には機会をうまく捉えての作戦行動といったものがあり、目覚ましい成果を上げてきました。今後もうまくロシア軍を翻弄し続け、そして領土を奪還していってほしいものです。軍事力によって勢力を広げようとする、そのような国際法違反を犯し続けるロシアに対して
多くの国々からの支援を受けたウクライナ、ロシアというパリボテの軍事大国を打ち破ってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。ロシア軍によるウクライナ本格的な侵攻から300日が経過しました。その間攻撃を受け続けてきたバフムートは現在もなお攻撃を受け続けていますが、それでもなおウクライナ軍はこの町を堅持しています。ドンバス地方攻略を目指して、以前であれば圧倒的な無差別攻撃によって町を攻略してきたロシア軍ですが、現在では一極集中の攻撃をもってしても一つの町さえ落とせないほどに攻撃力は減衰しています。今後どのタイミングでウクライナ軍が大規模な反攻作戦を行うのかが注目だと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと感想のコメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。